不動産屋さんの怪談です。今回のお話は例の見える方にとってはとてもリアルに映ると思います。これは現在東京にお住まいの30代の主婦の方から伺った体験談です。その方を仮に佳代子さんとしておきます。今から5年前の暮れの差し迫る12月終わり頃、佳代子さんのお母さんのお兄さん、つまり佳代子さんのおじさんは腹膜がんで亡くなりました。これはその亡くなったおじさんにまつわる不思議な話です。佳代子さんと2つ上のお姉さんの姉妹は幼い頃からそのおじさんにとても世話になり可愛がってもらっていたそうです。そんな優しいおじさんが大病を患い長期に入院していたのですが、佳代子さんのお子さんはまだ小さく子育てに追われていて、なかなかおじさんのお見舞いに行けないでいました。お母さんやお姉さんからおじさんの状態がかなり悪いことは聞かされていたのですが、佳代子さんにはその状況がよく分かっていなかったそうです。そして12月に入り、おじさんはいよいよ病状が悪化したので、佳代子さんのお母さんは急いでおじさんの入院先の埼玉にある病院に向かいました。佳代子さんはその間家の留守を預かっていたそうです。そして掃除洗濯などの家事をこなしながらお母さんからの連絡を待っていました。しばらくして部屋の片付け物をしていると、突然佳代子さんの耳元で「お腹すいた」という男性の声が聞こえてきました。佳代子さんは一瞬「あれ、ご近所さんの話し声が聞こえたのかな」と思いました。でもそんなわけがないのです。その声は佳代子さんのすぐ耳元ではっきり聞こえたからでした。佳代子さんははっとしてすぐ部屋の周りをぐるりと見渡したそうです。次の瞬間、佳代子さんは息をのみました。目の前のリビングの真ん中に人が立っていたのでした。明らかに生きている人ではありませんでした。それは縦縞の服を着た人で、体格から男性だと即分かったそうです。そこに確かに立っているのですが、顔はぼやけていてよく見えませんでした。まるでその人を映像で見せられているかのようでした。でも佳代子さんにはその男性が入院中のおじさんだとなんとなく感じたんだそうです。意外に冷静だった佳代子さんは恐る恐るでしたが、おじさんと聞いてみました。するとその男性の霊は、お腹すいたと同じことを言ったのです。佳代子さんはそれを聞いて思い出しました。おじさんは食べることができないのだとお母さんが話していたのです。それでこの男性はやっぱりおじさんなんだと確信しました。そこで佳代子さんはおじさんに、お腹が空いたの？じゃあ何が食べたい？と聞いてみました。するとおじさんは、白いご飯が食べたいと答えたそうです。それを聞いて佳代子さんは、おじさんは生前炊きたての白いご飯が大好きだったことを思い出し、分かった、私のお母さんにそう伝えておくねと答えました。するとおじさんの霊は思い詰めた感じで、ひろみ、あいつご飯を食べないんだと続けました。ひろみとはおじさんの奥さんの名前でした。そして、俺はひろみが美味しそうに食べる顔が好きなんだ。だけどひろみは俺に遠慮してご飯を食べていない。だからたくさん食べてくれって伝えてほしいと話したそうです。そのおじさんの言葉を聞いているさなか、佳代子さんはおじさんの顔は見えなかったのですが、頭の中で映像としておじさんの表情が流れてきていたそうで、それは悲痛な面持ちでした。そしておじさんはおじさんの娘のさやかさんについても話しました。さやかの彼氏とも会ったが、俺はあの男との付き合いあまりしてほしくない。そんなことを言ってきたので、いとこの彼氏を知っている佳代子さんは、おじさん、焼きもち焼いてるのと思わず言ってしまったそうです。するとおじさんは気まずそうに、でも嬉しそうに笑っていました。そしておじさんの息子さんについても、和樹な、あいつ運転免許取ったから安全運転しろよって言ってほしい。
お母さんにあまり心配かけるなって伝えてくれと言いました。佳代子さんは、わかった、みんなに伝えておくね、ありがとうおじさんと言うと、思い残すことがないかのように、その場でおじさんの姿は足元から上にスーッと消えていきました。その夜、佳代子さんのお母さんは病院でおじさんの最後を見取り、家に帰ってきました。佳代子さんはおじさんが家に来たことを話したそうです。するとお母さんは、何言ってんの、あなたのおじさんは亡くなったんだから来れるはずがないじゃない、と佳代子さんが不謹慎な冗談を言ったかのように、少し気分を害したようでした。それでも佳代子さんはおじさんとの約束を果たすべく、おじさんからの伝言をすべてお母さんに話したということです。するとお母さんは一呼吸置いて、なんでひろみさんがご飯食べてないこと知ってるのと驚いた表情をしたそうです。だからおじさんがそう言ってたのよと言うと、お母さんは穏やかな表情になり、佳代子さんの話をすべて信じてくれました。その後、おじさんのお通夜の席で、佳代子さんは直接おじさんの奥さんのひろみさんにおじさんの伝言を伝えました。するとひろみさんは涙を流しながらおじさんの遺影の前で、佳代子ちゃんに話しに行ったのね。私は見えないから佳代子ちゃんに伝えてくれって言ってくれたのね。ありがとう。ちゃんとご飯食べるね。ごめんね。と話しかけていたそうです。その後、おじさんは二度と佳代子さんの前に現れることはありませんでした。佳代子さん曰く、私は霊感が強い方とは思いませんが、おじさんはすでに極楽浄土へと旅立ったのだと思います。と最後に語っていました。佳代子さん、霊感強いと思いますけどね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンお願いします。